うわ、ロマンチックだな。少年っぽさを醸し出しながら、でも絶対的少女感みたいな。うわー、かわいい。こんにちは、1号です。ロマンチックに過ごしてますか？この動画を見てくださっている方はもうピンときているかもしれませんが、そうなんです。ついに今回はオリーブのロマンチックガールのご紹介です。イエーイ。以前オリーブのシティガールをご紹介しましたが、なんせマニアックでしたよね。私はこのロマンチックガールのオリーブが好きなのよって叫んでいる皆さん、お待たせしました。今回は今でも根強いファンがいるロマンチックガールについて、改めてその魅力について解説していきたいと思います。当時の女の子たちに夢と刺激を与え、暮らしを輝かせたオリーブは今でも色褪せない内容となっていますので、最後まで楽しんでみていってくださいね。それでは行きましょう。憧れるだけじゃないロマンチックガールって何？スタートです。アメリカからフランスへ、おしゃれ感覚はリセーヌに学べ。ロマンチックガールというと皆さんはどんなイメージを持っていますか？現実世界とは一歩離れた感じ？童話の中に住んでそうなメルヘンな感じ？ファッションでいうとレースや花柄、フリルを好んだロリータ風ファッション？いずれにしても乙女な印象が強いんじゃないですか？確かにそういったニュアンスもあると思います。ですが、オリーブが提案したライフスタイルはある国を参考にしていたんです。本題に入る前に、まずはオリーブについて簡単に解説したいと思います。オリーブは日本の10代の女の子向けファッションライフスタイル雑誌で、ポパイの増刊として1981年に平凡出版、現在のマガジンハウスから発行され、1982年に正式にオリーブとして創刊され、現在は休刊中です。ポパイは現在も発行されている雑誌なので、皆さんもよくご存知かと思うのですが、アメリカの学生文化を紹介しているライフスタイル雑誌ですよね。テイク IB のライフスタイルやファッションを日本のシティボーイに発信していたので、オリーブも初期の頃はマガジンフォーシティガールズとしてポパイと同じようなアメリカ文化を紹介していました。それは前の動画で話しているので、興味のある方はそちらも面白いのでぜひチェックしてみてください。ですが、オリーブは1983年9月に全面リニューアルをします。そのキャッチフレーズがマガジンフォーロマンチックガールズ。今回のテーマ、ロマンチックガールなんです。そこからオリーブは急成長し、日本の10代の女の子にとって欠かせない大人気雑誌となったんです。皆さんも見ていましたか？きっと見ていたって方多いんじゃないでしょうか。先ほどある国を参考にしていたとお伝えしましたが、その国というのはフランス・パリなんです。パリ、もう聞くだけでロマンチックな気分になりますよね。ですが、パリジェンヌではありませんよ。オリーブはパリの中高生リセエンヌを日本の中高生に提案したんです。同じ出版社から出ているお姉さん雑誌のアンやエルはヨーロッパのライフスタイルを提案していたっていうのもあって、女の子が憧れるライフスタイルとは何か、どんなファッションがときめくか、そんな追求にぴったりと当てはまったのがパリの中高生リセエンヌのライフスタイルというわけなんです。その頃から雑誌も大判に変わって、スタイル写真もめっちゃ増えたんですよ。その圧倒的なファッションセンスと世界観で多くの日本の女の子に影響を与えました。一体どんな内容だったのか気になりますよね。そこでおすすめなのがこの雑誌。じゃーん、1984年2月18日に発行されたオリーブです。この号は初めてパリへ行ってリセエンヌのおしゃれ感覚を学ぶ号なんです。記念すべき号でしょ。実はね、この号から大判になったんです。ほら見て、これは83年の初期の頃のロマンチックガールなんですけど、ちょっとほら比べてみると大きくなってるでしょ。サイズがね全然違うんですよ。だから中身もちょっと構成変わってて、
こっちの時はまだポパイの色が残ってるっていうか、シティガールズの要素がちょっとあるんですけど、この号になってから写真もすごく増えて、文字もちょっと大きくなってすごく可愛いんです。一つ一つの言葉もすっごいロマンチックで素敵なんですよね。じゃーん。パリのリセエンヌのおしゃれセンスに拍手。好きなもの、似合うものちゃんと知ってる。自分のことをよく研究してるんです。そしておしゃれについて自分の考えを持っています。ちょっぴり頑固なくらいに。それでいて新しいおしゃれにとっても欲張り。だからリセエンヌって大好き。おしゃれに対する自分の考え方を持っている人ってすごい魅力的に見えますよね。もう可愛い写真がいっぱいありすぎて、もう全部紹介したいぐらいなんですけど、オリーブ少女が勉強したいリセエンヌのおしゃれメモ。シンプルなのがいい、あまり飾らないってことも服を探す時の基本です。そして着ていていい気持ち、ロマンチックになれる服が好き。自分の気持ちと服が一つになっている時、いい顔になれる。そんな時、街はカンバス。リセエンヌはまるで一枚の絵の主人公。さあ、オリーブ少女もリセエンヌに迫っちゃおう。だっていい気持ちっていうのをロマンチックって捉えているんですね。自分がどんな気分でいられるかってすごい大事な気がします。この号は他にも学校に訪問したり、リセエンヌの私生活やお部屋の紹介などを見ていて、ちょっと時間が緩やかになるような上質な生活がたっぷりと掲載されています。これは確かに素敵ってなるのもわかる気がしますね。そして次に紹介するのがこの雑誌、1984年9月3日号のオリーブです。これは秋特集ですね。うわー、かわいい。めっちゃ秋ですね。リセエンヌの秋、おしゃれスタートだって。今日からリセエンヌ目指しておしゃれレッスン。それまで眺めていただけだった女の子たちもリセエンヌを目指すようになるんです。リセエンヌのおしゃれには自由で楽しいアイディアがいっぱい。これかわいい。文房具もアクセサリーなのだって。答えはイエス。赤や黄色のスケールにマーブル模様のノートやファイルはリセエンヌにとってアクセサリーと同じぐらい大切です。だから一つ一つ慎重に選びます。気に入ったらずっと好き、頑固なくらい。もう一個一個がすごい可愛いんですよね。本当に自由で楽しいですよね。こういうのがいっぱい載ってるんです。うわ、ロマンチックだな。土曜日の午後は一人になりたいロマンチックスカート。素敵。ほら、いつだってモヘアセーター着ると夢見る少女。好きなお店へ行くときはそれだってキャンディーカラー。かわいい。結構ボーイッシュやんって思うかもしれないんですけど、こういうショートカットとかね、パンツルックとかも実はオリーブの強みでもあったんです。少年っぽさを醸し出しながら、でも絶対的少女感みたいな。そういえばこのオリーブ少女ライフっていう書籍にも書いてあったんですけど、当時はオリーブを見てショートカットにする女の子たちもいっぱいいたみたいですよ。この書籍は当時の女の子たちがどんな気持ちでこのオリーブを見ていたかっていうのがすごいわかりやすい書籍なんで、これもすごくおすすめです。そしてここめっちゃ気になった人多いんじゃないですか。絶対チェッカーズ。やっぱね、オリーブのアイドルって言えばチェッカーズなんじゃないですか。このファッションスタイルもチェックを基調にした独特なスタイルで大人気だったそうです。オリーブにもよく表紙や中身に登場していたので、チェックを見るとチェッカーズを思い出す人も多いんじゃないでしょうか。どうですか。だんだんとオリーブの世界観にハマってきていませんか。でも結局これってフランスの文化を紹介してるだけなんじゃないの。服だってどうせ海外のブランド物でしょって思いませんか。
これがオリーブの面白いところなんです。実はこの着ている服すべて日本のデザイナーズブランドなんです。次はデザイナーズブランドについてご紹介していきますね。デザイナーズ黄金期大好きブランドは自信を与えてくれる。ここでおすすめする雑誌はこちら。1985年6月3日に発行されたオリーブです。憧れのデザイナーがオリーブ少女に作ってくれた服。この表紙のおてんば少女な感じがめっちゃ可愛いですよね。もうバイオリンうるさいよってなってるこの感じすっごい可愛い。この号は当時大人気だった DC ブランドがたっぷり掲載されています。デザイナーの人柄や意外な一面に触れたらおしゃれもっと楽しい。オリーブ少女大好きブランドの中であなたはいくつお気に入りのブランドを持っていますか？数えきれないって女の子いっぱいいるんじゃないかしら。お気に入りのブランドのことなら新しいおしゃれ情報を誰よりも早く知りたいし、着こなしだって気になります。そして最終的にはそのデザイナーのこと全て知りたくなっちゃうのが自然な気持ちですよね。大好きなアイドルにときめくようにデザイナーは憧れの存在。その気持ちが高じて将来デザイナーになりたいというオリーブ少女もたくさんいるんですよ。その中から未来の有望なデザイナーが誕生することだって夢ではないんですよね。憧れのデザイナーがこの一冊に全員集合。デザイナーの人柄や意外な一面を知ってもっともっと服を好きになれたらなんて幸せ。このページはセッテとベイトンプレイス B クラブが載っていますね。シャンブレーやデニムなどハードな素材をロマンチックに着こなして、ロマンチックに着こなすって言い方いいなこのデニムがね、確かにすっごい少女感ありますよね。デニムでもこんなにロマンチックに着こなせるんですね。かわいいな。次がリバユーアトリエサブ。出ますか？なんかちょっとマリンな感じがかわいいな。躍動感すごいありますよね。なんかオリーブって飛んでる瞬間とか走ってる瞬間とか驚いてる瞬間とかめっちゃ多い気がします。すごい可愛いよね。チェックに水玉、ボーダー全部合わせても変じゃないすごい可愛い。チェックに水玉のカーディガンか、やってみたいな次がフランドルクラブ1978 D グレース。ルーズフィット。うわー、ヘアスタイルも含めてどこか少年っぽさを意識した着こなし。確かにこのイエローとブルーとホワイトのなんかマリンを感じさせてすごい素敵ですね。ドゥファミリー、私の大好きなブランドだオリーブになってからは結構ヨーロッパのナチュラルなイメージにどんどん変わっていくんですけど、前に動画で話したんですけど、ドゥファミリーは MC シスターとか結構出てくるんですけど、そのアメリカンカジュアルな感じが私すごい好きなんです。でもこの時のだんだんヨーロッパなフレンチスタイルになっていくのもすごいいいですよね。そうやって時代とともに変わっていく感じ。ヒステリックグラマーすごいコミカル。キャラクターものが大好きなオリーブ少女の強い味方確かにキャラクターか。これはこれで素敵。エスト熱き大西。このエストっていうのは表紙のやつですね。熱き大西とかもね、今すごい高値で取引されてますよね。たまに可愛いと思ってメルカリとかで調べるとめっちゃ高くて
手出せないこれぞロマンチックって感じ。熱き大西とかって小花柄とかクマさんベア柄っていうのかながやっぱり印象的なんで、すごいなんか本当にヨーロピアンな、それこそヨーロッパの壁紙をイメージしてるような感じなのかな。本当になんかおとぎの国の中にいるみたいこれを着たらすごいロマンチックな気分になるんだろうな。うわ真っ白、夢見る少女は真っ白なコーディネーション、夏のプリンセス。うわ素敵。コアデファムストリートオルガンシュガーで、ほんと花嫁みたいな感じ。レースとリボンとお花がね。ロマンチック少女といえばストリートオルガンですって着てた方もいっぱいいるんですかね。ちょっぴりアンティークの雰囲気。確かになんかお人形さんみたいで可愛いですね。45rpm イグレグ、これはまたすごいカジュアルな感じですね。なんか映画に出てきそうな感じですね。映画のワンシーンみたい。やっぱねこのショートカットが気になっちゃうな。私もショートカットにしたくなってきましたもうめっちゃ影響されやすいこのなんか水玉とボーダーとか合わせるのすごい可愛いですよね。なかなか高度なテクニックじゃないですか。勇気いるもん。ベティーズブルーハッカ、なんかアメカジに見えるけど確かにヨーロッパって感じギンガムチェックがいろんなアイテムで必ず登場する。へえこのレコードかわいい。ツイストって書いてるファッションと全然関係ないけどハッカー。へえすごい。双子みたいなコーデ、おそろコーデとかこんな感じかわいいかも。スクープパーソンズ、うわかわいい。なんか少年って感じ。少年だけど少女感もあるしね。色味がパキッとしてる感じもいいしな。めっちゃいいですね。チェックのシャツ、中に着るものに個性がちら個性がちらっか。ページボーイニコルクラブ、これはまた変わった柄ですね。旅行プリント、メリーゴーランドとかの遊園地プリント、夏の終わりの情景のプリントなどユニークで楽しいプリントがいっぱいです世界観がすごい。エキゾティックなプリントの服、バッソジャストビギ、うわ素敵。こんなカフェでお茶したいいやーこんなファッション着てフランスのパリでカフェしたいですね。朝食セットプリントやイタリア語で休日を描いたカレンダープリントユーモアにあふれたおしゃれなプリントがいっぱいです。へえ面白い。健康的で可愛らしく着こなすおしゃれですね。やっぱ健康的で可愛らしくって確かに必要ですよね。ボーイフレンドと待ち合わせのカフェテラスで一番おしゃれな女の子が私いっぱ
ぱいありましたね。皆さんの好きなブランドはありましたか？他にもピンクハウスやワイズとかも人気ですよね。あとは当時雑貨ブームっていうのもあって、その火付け役である文化や雑貨や可愛いブローチなどで有名なビークエンズとかも大人気ですよね。もちろんこれだけじゃないと思います。皆さんはどんなブランドが好きだったかコメントで教えてください。若い世代の方は初めて見たっていう方も多いんじゃないですか？私も実は全然知りませんでした改めてこうやって当時のオリーブを見返すことで、どれだけデザイナーズブランドが盛り上がっていたかが分かります。単純にこんなにいっぱいあるんだって驚きました。こんなにたくさんの選択肢がある中で、どんなおしゃれを身にまとってロマンチックな気分になるか、見ていてワクワクしたでしょうね。これは確かにデザイナーに憧れるのも分かります。こうやってロマンチックガールはおしゃれセンスを磨き、日常に取り入れていったんですね。フランスの文化をリスペクトしながら日本のデザイナーを輝かせていたんですね。すぐに手に入って着ることができる。だからオリーブはおしゃれ好きの女の子にとって生活に欠かせない存在となったんですね。リセーヌには負けないよ、東京ガールズの始まり。そしてついにロマンチックガールたちは自信をつけたんです。見てください、この雑誌。1986年11月3日号です。オリーブ少女はパリ大好き、リセーヌには負けないよ。オリーブが初めてパリに来たのは3年前のこと。憧れの街、憧れのおしゃれに感激ばかりしてましたっけ？今ではエッフェル塔やトリコロールのアクセサリーもおなじみですね。おしゃれだってお手本のリセーヌには負けないくらい上手になりました。それでもパリはオリーブ少女にとって永遠に特別な街。4回目を迎えた今回の旅もドキドキする気持ちは変わりません。なんだか知れば知るほど胸がときめいてしまう不思議な魅力でいっぱいなんです。もっとパリのこと知ってもらいたくて、抱えきれないほどの情報をお届けします。自慢のおしゃれもパリへの気持ちもリセーヌには負けないよ。どうですか、この生き生きとした感じ。こうやって辿ってみると雑誌とともに読者の成長が感じられますよね。私たちオリーブ少女にとって最大のライバルといえばリセーヌです。勉強やスポーツと同じようにいいライバルがいるからこそおしゃれも上手になっていくんですものね。彼女たちのこと気になります。いつも感心してしまうのは飽きのこないベーシックなアイテムを自分らしいアイデアで着こなしていること。ジージャン、チノパンツ、ボーダー T シャツ、誰もが持っている定番を誰よりも素敵に着ることがおしゃれ上手のバロメーターになっているみたい。私たちだって負けてはいられません。今年らしい定番おしゃれ、さあリセーヌに自慢して。こうやって見ると最初はリセーヌになりきろうっていう感じだったんですけど、もう自分がリセーヌになってしまっている。自分なりのおしゃれっていうのが見つかったんですね。最初は何も知らなかった女の子たちも今や負けないと自信を持って自由なおしゃれを楽しむライフスタイルを送っています。こういう流れが後のインディペンデント雑誌キューティーのような個性をより表現したスタイルや、ロリータのようなよりメルヘンに行ったり、よりベーシックなナチュラル路線に行ったり、こうしてみるとオリーブは時代の分岐点に立っていたとも言えるのではないでしょうか。素朴だけれど飽きのこないパリの暮らしやセンスに憧れ、そういった文化を取り入れることから始まったロマンチックガールですが、それは次第に日本の若者に自信と力強さを芽生えさせたのではないでしょうか。憧れは憧れで終わらせるものではなく、それを自分に取り込んで毎日の暮らしを楽しむ、これぞロマンチックガールなのではないでしょうか。私もそんな自分研究を怠らない自由で楽しいライフスタイルを送るロマンチックガールになりたいなと思いました。オリーブのロマンチックガール、楽しんでいただけましたか？いかがだったでしょうか？この動画を見た感想などコメントいただけたら嬉しいです。この動画をもう一度見たいと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。やっぱり古雑誌っていいですよね。なんかその時代にタイムスリップしたような感じがしてすごくワクワクしませんか？そういう古いものってなんか新しいワクワクとした気持ちとか刺激をもらえますよね。そういうものがなんかアイデアになったり、これからの自分たちの叶えたい夢とかにつながっていくような気がするんです。こういう素晴らしいものをいっぱい伝えたいミシシッピスタジオは深
学校では教えてくれない新常識や新時代クリエイターに向けた成功のアイデアソース、そしてユニークなライフスタイルを提案するコンテンツなどたくさん配信していきます。ここで紹介した古雑誌は公式ホームページ S ピースワンダーランドという漢字で本屋にありますので、興味のある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。それでは今回は憧れるだけじゃないロマンチックガールって何をお届けしました。ガーデンポップレトロに恋して、あなたの心の庭に花が咲きますように。それではまたね。バイバーイ。